いい感じだ、いい感じだ。それだとどうしてもこう叩いて締めて、どうもこんにちは。今日はこの靴ね、このレイジーマンの靴をすくい縫いをやります。前回釣り込みを終えてこんな感じになりました。結構綺麗にまとまったと思います。でこの辺のつま先の余りがすごいんですけど、すくい縫いでベルトがつけばカットしちゃうんで大丈夫だと思います。でこれが使うウェルトなんですけど、普通のノーマルウェルトですね。最近ノルウィージャンウェルトとかストーンウェルトを使ってたんですけど、今回普通のハンドソンウェルトの底付けです。これを茶色に染めます。こんな感じで綺麗に染まりました。じゃあこれを使ってすくい縫いをやっていきます。でね、松ヤニをね、前回ね、松ヤニが硬くて糸引くのが辛いって言ってたんですけど、ちゃんと松ヤニを今の気温に合わせてちょっと柔らかめに調整したんで、それで糸も作りましたんで、今回はね、そんなにめちゃめちゃ硬いことはなくいけるんじゃないでしょうか。松ヤニが多かったんで、ちょっと油を入れて少し柔らめにしました。で今回ウェルトはシングルウェルトなんで、こっから縫ってぐるっとここまでいきますね。でここから針入れて、よいしょ。一発目はこんな感じで縫っていきます。これでもうすくい縫いも動画にしてもう十何回やってるんで、特にね新しいことないんですけど、ちょっと最近見始めた方に少し説明すると、このすくい縫いっていうのはね、ウェルトをつけるっていう作業で、この手作業でウェルトを縫い付けるっていうのが結構このハンドメイドの靴の醍醐味というかポイントで、このウェルトっていうのがあるからその後のね修理ができるんですよ。でこの靴の甲を覆う部分、アッパーと靴底、ソールをつなぎ止める大事な役割なんで、靴作りの中で一番太い糸を使って一番こう引っ張って叩いて頑丈に縫い付けますね。最近は靴底は接着でも結構強度があるんで、接着だけの靴っていうのも結構あるんですけど、それだとどうしてもソールが剥がれることがあるんですよ。で昔ながらの製法だとやっぱソールは靴底は糸で縫い付けたいんですね。ちょっと改めてすくい縫いについて説明してみましたね。ちなみにウェルトって靴専門用語ですけど、英語の辞書を引くとミミズバレって出るんですよね。多分語源としては関係ないんじゃないかなと思うんだけど、ミミズバレなのかな。この細いウェルトがこれミミズバレに見えるってことなのかな。どうなんだろう。あと似てる単語でウェルドってありますね。溶接。結構翻訳ツール使うとウェルトってね、溶接とかで出ることがあるんですけど、ウェルドそれと関係があるのかな。溶接するぐらいがっちり一体化させるっていう、そういう意味。ちょっと分かんないですけどね。つま先はこれちょっと初めてやってみたんですけど、こうなんか茶色い糸見えてるんですけど、これね抜きます。これ何かというと、ただの糸なんですけど、中底って全部すくい縫いの穴を先に開けてるんですけど、つま先って結構ガンガン叩くんですよ、釣り込みの時に。ですくい縫いの穴が潰れちゃわないように糸を突っ込んどいて、穴が潰れないように保持してあった糸ですね。普段気にせずやってたんですけど、ちょっと今回はそういうことやってみました。確かにこの中底の穴が全然潰れてないんで、スッと針が入りますね。そんでつま先のすくい縫いは穴の間隔狭いんで繋がらないように、この糸の切れ端を絡めながらすくい縫いします。結構もう皮がねもたついてるんで、かなりしっかり締めて、こっちのアッパー側にこの皮のシワが出ないようにねしときます。よいしょ。
このすくい縫いっていうのはすごい大事な縫い目なんで、財布とかのレザークラフトの手縫いとは全く違うんですよ、やり方が。これ今中底があってライニングがあってサイドライニングがあってアッパーがあってベルトがあるんで、ここ革を5枚貫通して縫ってるんですね。で針で穴をまず開けて、でこの糸を両側から通す。この辺はねレザークラフトと一緒なんですけど、こっちの糸はこの針の柄にぐるぐる巻きつけて引っ張る。結構な力で引っ張ります。で皮をこのアッパーとかライニングの皮もそうだし、ベルトの皮もこう叩いて締めて、ベルトとアッパーを密着させて、でこっちの左手はこう手に巻きつけて、これで両側からグイグイと引っ張るんですよね。もう本当に耐久性、もう何万回っていう歩行に耐える縫いなんで、すごくね皮を叩いて締めて糸引っ張ってっていう動作がすごくね靴特有の縫いですね、これは。かかと周りもねウェルトないんですけど同じように縫ってます。でこの部分は中底に下穴開けてないんで、目分量と間隔で穴を開けてますね。よいしょ。ここのかかとのねこう底面のエッジは結構しっかり出しとかないとかかとがきれいにつかないんで、この辺をきれいになるようにねしっかり叩いておきます。じゃあ縫い終えたので、この余ってる皮をカットします。そしたらこのウェルトを濡らして、今縫ったあたりをね濡らして、ちょっと盛り上がってるんでここが今日は叩いて潰しておきます。よし、めっちゃいい。おお、いい感じ。おお、いい感じ、いい感じだ、いい感じだ。わあ、すごいいいじゃないですか。できました。はい、こんな感じです。何がいい感じかというと、まずねこのつま先形状がすごい理想的というか思い描いた感じになりました。このつま先の形状もそうなんですけど、ベルトの付き具合、この微妙なところなんですけど、この辺がすごい想像してた通りというか、こうなってくれたらいいなっていうのができましたね。前から見た形状もすごいいい感じです。もう一個うまくいったのがここですね。ここのちょっと分かりにくいんですけど、ここの底面の形状がすごくね
思い描いた通りというか、結構フラットでこうなだらかじゃないですか。この感じがやりたかったですね。それとね、もう一個このかかとがすごいいい感じ。ここはちょっといつもね課題だったんで、結構今回こだわったんですけど、かなり良さげで積み上げが綺麗につきそうな気がします。でこの内踏まず部分の縫いがすごく大変だったんですけど、まあ一応なんとかなりました。ダブルトーキャップのところはつま先皮が二重に見えてますね。まあ、表から見るとそんなに別に分かんないですよね。自然な感じで擦り込めてたみたいで、すくい縫いしてよりはっきり形が分かりましたね。こんな感じでした。というわけでこのレイジーマンの靴のすくい縫いをやりました。結構この靴ぐいぐい進めていってます。で底付けは、ベベルドウエストの結構ドレッシーめな底付けにしようかなと思ってますね。ソール貼ったりするのを次回やろうと思います。じゃあ今回すくい縫いでした。また次の動画でお会いしましょう。